こんにちは。今回はポッドキャスト形式でいきます。私の動画のコメントで、移動中に音声だけ聞いていますとか、そういったコメントをよくいただくんで、料理をしながら、あるいはパソコンで作業をしながら、ウィンドウちっちゃくしてね、この音声だけ聞いて楽しんでいただければと思います。で、3月に出したクリエイター向けのジャーナリング動画、37万回くらい回っています。見ていただいてます。本当にありがとうございます。いただくコメントで、ちょこちょこ見られるのが、私はクリエイターじゃないけど、やってみます。ここへの、アンサーとして、あなたはアーティストであるを論理的に証明していこうと思う。まずアートの語源からいきましょう。アートの語源はラテン語のアルス。アルス。アルス。バルスじゃないです。アルスです。やっちゃうよね。だからもうポッドキャストだっつってんのに動きで笑い取ろうとしちゃいましたけれども。で、このアルスを遡ると、ギリシャ語のテクネ、なんか全然語感違うじゃんって気はするんだけど、でそれぞれの意味ね、アルスは技術、技能、やり方。で、それを遡って、テクネは技を持って何かを作る人、船を作る大工さんとか、お医者さんとかをテクネって呼んでたんだって。ここから考えるに、アートの、語源、本来の意味は、技術、技能、技だな。プラス、それをもって何かを作る人、何かをやる人を語源としている。では、日本語はどうか。アートは当然芸術。で、この芸と術、それぞれ、どういう意味合いの漢字なのかを調べてみた。まず、芸は草木の伸びを表した象形文字。その草木の生命、それからその成長、そして成長した枝葉の先で生まれる技を表す漢字。で、さらに術。これはね、道筋、方法、技。やっぱり昔の人っていうのはとっても賢い、ドンピシャの言葉を当ててたんだなというふうに感じますね。こういうふうに語源を遡っていると、芸術とアート、この二つに訳語としては全くのズレを私は感じない。ドンピシャだと思う。で、これはちなみにの話なんですけれども、私は東京学芸大学という大学を卒業しました。で、この大学何かっていうと、教育学部しかない先生になるための大学です。僕先生じゃないから卒業して先生になるかどうかはその人の勝手なんだが、とにかく教育学部しかない大学。で、この東京学芸大学って言われるとピンとこない人いると思うんです。じゃあ、芸術を学べる大学なんだって思う人もいると思うんですよ。なんで東京教育大学にしなかったのか。なぜ東京学芸大学なのか。まず学芸の学、学ぶはそりゃそうですよね。先生になるための、大学だから。で、芸っていうのは草木の伸び、命、技、成長、そういった言葉。東京教育大学だと教育っていう現場に限定されちゃうわけだな。なんだけど、学芸っていう風にもっと広くその学びのフィールドを捉えて、先生が生徒に教えることじゃなくて、生徒がどう学ぶかとか、もっと言うと先生と生徒の教育現場に限定せず、0歳、1歳、2歳、3歳、乳児の方から社会に出た後の社会人、会社で学んだり、広い、学びを、学問として学べる大学が学芸大学なんですね。だから、やっぱりこれも、やっぱ昔の人って賢いですね。教育大学よりももっと広くやるぜっていう意思が込められて学芸大学になったんだろうなと。ごめんなさい。ちょっと打足でした。じゃあ、今のアートはどうなっているかというところで、大学の理系文系を考えてみたい。また大学かって感じするけどさ。海外、アメリカとかイギリスの大学では、理系文系のことをサイエンスとアートって言います。バチェラーオブサイエンスとバチェラーオブアートっていう学位を持って生徒さんは卒業すると。理系がサイエンスで文系がアート。アートが出てきました。平たく言うと文系、我々が文系だと思って思い浮かぶような文学であったり社会学であったり音楽や美術もそう、一通りの文系っぽいやつらは全部アート。理系っぽいやつ、数学とか科学とか物理とかはサイエンスっていう風に分類されます。で、これがね、どういう、理由でそうなっているのかは正確なところは私も勉強してないのでわからないけど、根底にはこの大学っていうものがじゃあどうしてできたかっていうと、もともとは宗教的な修道院とかそういうところで始まったのが源流にどうやらある様子で、つまり何が言いたいかっていうと、じゃあサイエンスって何かっていうと、神が
作りしもの、自然であったり、数学であったり、宇宙であったり、そういったもの、物理科学とかね。アートはじゃあ何かっていうと、人が作る文化、社会、教育もそうかだし、哲学もそうですよね。もう一回言うと、サイエンスは神が作りしもの、アートは人が作りしものという風に今の大学教育では大分類されている。で、これまた余談なんですけれども、二つに分類するっていうのはいろんなところですごく考え方として役立つな思ってます。右脳左脳、感性と論理、右手左手もそうだし、多分人間の体の構造からこういう考え方ってきてんじゃないかなと思ったりするけども、私がジャーナリングでお伝えしているマンスリーログとデイリーログっていうのはこれを模していて、マンスリーログは論理的に自分を客観視するように作っています。で、デイリーログっていうのは逆に論理から離れて自由な感性で書くように作っている。だからゆるっとジャーナルは人間の脳、それからサイエンスとアートっていうこの大きな二分類の中でどうすると全部記録できるかなっていう考え方で実は作った余談でした。で、サイエンスは神が作りし世界の法則を探求する領域で、アートは人間が作る世界を扱う領域っていう風に大分類できますと。アートっていうのは神が作った完璧なる超美しいこの自然、宇宙、三次元空間、時間に対し不完全な我々人間が挑むというとちょっと変な感じするけども、答えるに近いのかな。人間の感性で予測不能でなんだそれっていうものを生み出す行為がアート。この大学の二分類から考えるとそういう風に私は結論付けたい。結論、人が考えたり学んだり語ったり、人が生み出すもの、作り出したもの、あるいはその行動、すべてがアート。で、ダメ押しでもう一個分かりやすい例を挙げます。チャッピーだの、ジェミちゃんだのをみんなが読んで使っている AI、アーティフィシャルインテリジェンス。日本語訳すると人工知能です。アーティフィシャルは人工の。で、アーティフィシャル。アーティフィシャル。アートがもう人工のになってるよね。AI が人間の技の結晶であるように、私たちが行うすべての想像あるいは行動は本質的にはアートに属します。朝起きてコーヒーを入れたアート、家族におはようといったこのおはようという言葉がけもアート。今私は頭をポリポリ書いているが、これは頭部かゆみ除去というアート。人間が世界に何か手を加えればアートが必ず生まれるというか生まれちゃうの。で、究極的にはですよ、もう生まれた瞬間からみんなアーティストなんですよ。なんでかって人生作ってるからね。もう途方もなく壮大な人生というアート作品を私たちは作っているアーティストなんです。ひっくり返せないでしょ、この論理は。従ってですよ、私の動画を見てくださってコメントをいただく方で、絵を描いていますとか、小説を書いていますとか、もしかするとそれで食べているわけではないのかもしれないけれども、そういうのに取り組んでいる方、アーティストを自称することにためらいがもしかしたらあるのかもしれない。自称しましょう。だって生まれた瞬間からみんなアーティストなんだから。どっか出かけて、はじめまして、何されてる方なんですか言われたら、アーティストです。嘘じゃない。嘘にならないから。言っちゃおう。Still Like an Artist、オースティン・クレヨンさんの私の好きな本に、こういう引用があります。誰だって本物になる前は偽物なのだ。で、オースティン・クレヨンさんはこうも言っている。できるまではできるふり。それで食べてるとか評価を受けてるかっていうのはもう今までお伝えしてきた通り、アーティストであるかどうかの評価軸になり得ないんですよ。っていうかもう人はアーティストだから。そこは忘れてアーティストだと胸を張って私はいいと思う。いや、私は音楽作らない、絵も描いていない、ただ生きているだけです。逃がさない。あなただって人生を作ってるんだからアーティストですよ。絶対逃がさない。じゃあ分かった。杉山さん。あなたが言うように私はアーティストです。で、自分がアーティストである、人生を作る人生アーティストであると自認することが一つ面白い考え方を生みます。私はいろんな本を読みますが、自己啓発本とか読んでると特にですね、手の本は、人っていうものは幸福を願っているものだという前提に立って、いろんな時間管理術とか考え方とか
を教えてくれるんだけど、それがすごいヒントになるし、読んでいて面白いなと思うんですが、一つずっと引っかかってるところがあって、それは幸福っちゃなんだね。なんか大冗談の目標のようにも見えるし、でもその幸福っていうものを定義しないまま、なんかこうすると幸福に近づきます。幸福になれます。幸福っちゃなんだね。おそらく定義不能なんだと思う。で、私にとって幸福っていうのは、どっかの状態、こうなったら幸福だではなくて、私の概念的理解は上とか右とかと同じように方向を示すもの。今よりもっと心が平穏で、今よりもっと収入があって、今よりもっと、家族が笑顔でみたいな。多分年収、仮に300万円の方が500万円になったら、この移動は幸福に近づいた。だけど多分500万円になったら、1年後2年後にもっと欲しい800万円1000万円3000万円さらなる幸福を求める。で、幸福っていうのはつまりステート状態ではなく、ここに向かう方向性だと思ってます。だからなんだ。だから解像度が低い目標としてのスマートじゃない、スペシフィックでメジャラブルでじゃない。この不明瞭な目的意識に対し、私は人は全員アーティストである、人生を作るアーティストであるという観点を持ち込む。するとどうなるかっていうと、幸福を願って生きるのではなく、優れた人生アーティストになろうとすればいいんじゃないかと。優れたアーティストであろうとする態度、スタンスが、優れた、人生という作品を生み出すことにつながるよね。つまり、生きる目的を幸福ではなく、美しい人生という作品を作ろうっていう風に考え直す。そのために必要なのは優れたアーティストであろうとする態度だ。じゃあこの優れたアーティスト、いいアーティストってなんだねって言われると、これはもう人によって定義違うから、ぜひ今一度考えていただけるといいんですが、私が思う優れたアーティスト。私の考えは3つあります。1つ目は、すごくオリジナルであること。そして、すごく意志を持っている。そして、人の作品を認め、敬う態度があること。この3つ。まず、オリジナリティ。これはもうわかりますよね。誰も作っていない、誰も見たことがないものを生み出す人。これをみんなアーティストという。これを人生という作品の創作に置き換えると、誰も歩んだことのない道に進むとか、誰も考えつかなかった観点で物事を、考えるとか、みんなに反対されても、突き進む。オリジナルであるために。ただですね、このオリジナルであるためには、二つ目の意志。強烈な意志が必要です。誰も行ったことのない道、オリジナルであろうとするがために、誰も行ったことがない道に行くにはすごい恐怖が伴う。だから強い意志が必要。これは180人の偉人の動画でもお伝えしていた通り、やっぱり偉大なアーティスト、偉人の皆さんはもう自分を信じてこれを作るんだという意志がすごかった。私もそうありたい。で、3つ目、他者の作品、平たく言うと他者の人生だな、を尊重して敬う。これは私が気をつけなければいけないところなんですけれども、自分の作品が優れているんだっていうことをみんなに分からせたいがために、人の作品を落とすことはあまり美しくない。小田和正さん、山下達郎さん、ユーミンさん、みんなね、70年代から活動しているミュージシャンたちは昔すごい尖ってた。もうケンケンあいつが嫌い、こいつは嫌い、ライバル意識を燃やしてすごかったけれども、ここ10年くらいかな、ここ10年20年くらい成熟してだいぶ心がね広くなったのか、お互いを認め合うような態度を取るようになっている。これが成熟したアーティストのあるべき姿だと思う。だから我々が優れたアーティスト、人生を創造するアーティストであるためには、人の作品、人の人生に敬意を払って人を下げることなく、そういう人生もありだよね。だけど僕はオリジナルだからこっち行くぜと。そういう態度を持ち続ける必要があるなと。正直ですね、このポッドキャスト形式でジャーナリングの方法でもなければ機材レビューでもない、ノウハウは何もない、ただ私の考えをつらつら話すだけという動画を出すのは非常に怖い。でも私はあなたに自分がアーティストであるということを知っていただきたかった。この事実があなたが生きる上でのヒント、あなたの心に火をつけたなら、たとえ再生数が思うほどでなくても本望です。聞いてくれてありがとう。また次回。